創業67年を超える気仙沼の地元民に愛され続ける老舗町寿司。現在は2代目と3代目の親子2代でカウンターに立ち、お好みもお任せも対応する。この日は3代目に対応してもらい、税込み8800円のお任せをチョイス。三陸の旬の食材を地酒とともにあらゆる調理方法で腹いっぱい満喫できるのが嬉しい。店内は活気があり、家族経営のアットホームな雰囲気の中、居心地よくご当地寿司体験ができる温かな名店だ。サラガイのマリネ風と気仙沼の毛ガニと呼ばれる栗ガニのカニ味噌和え。こちらは初物の気仙沼産のメカブですね。メカブの馬作りがけでございます。わかめの根元ですね。あ、そうなんですか。そうなんです。わかめって先で、その根元がメカブなんです。あ、知らなかった。ちょっとだから塩っ気がある感じですね。ひらひらで下にメカブができる。これが下なんですか。これが下。深い方が栗ガニっていうんですか。栗みたいだから。まあそうですね。見た目今は赤いんですけど、もともとは茶色いイガグリ。甲羅がちょっとこう丸っぽい感じで、甲羅太いみたい普通の毛ガニよりちっちゃいですよね。な。小さいですね。ホタテじゃないんですか。ホタテとはちょっと違う。でも見形は似てる。似てますよね。はい。それは牡蠣の養殖の時に一緒に成長してくるやつで、牡蠣の養殖の副産物ですね。すんごい味が強い。面白いな。やはり気仙沼といえばフカヒレ茶碗蒸しは贅沢だ。これは何でしょうか。今朝水揚げになったメカジキと、手前が今朝解体が終わりました水ダコでございます。水ダコの9番、今日は2種盛りになっております。気仙沼駅の前にはいあったんですけど、はい、カツオ、メカジキ、サメが水揚げ量日本一っていう、そうです。はい。やっぱ油って感じ。そうですね。気仙沼名物。これメカジキですよね。はい、メカジキです。武々しい海のスプリンターって名前かっこよすぎるでしょ。メカジキの英名はソードフィッシュですね。それもうなんならタチウオとかぶっちゃいますね。タチウオもソードフィッシュだから。はい。でもこれぐらいの長さだと結構でかい個体。これで半分です。あ、これ半分、はい、もっとじゃあこの倍あるってこと。ここぐらいまでですね。これはスプリンターって泳ぐの速いってことですか。早いですね。へー。80キロぐらいで、80キロぐらいまで出ると聞いたことある。土屋さんならではのガリが入ってる。はい。ザクザクしてて美味しい。いや、カキフライうまいっすね。アイナメとまた違うんですか。エゾイソアイナメ。エゾイソアイナメ。この肝をですね、そしてあと身の方をさばいて、すべて一緒に叩いて。アジのなめろとかとはちょっと系統が違いますね。そうですね。肝とあえたら結構濃厚で。いろんな魚がいるんだな、日本には。やっぱり地方は面白い。サンマの特大サイズサンマですよね、これ。出してきて、はい。サンマの贅沢焼きと手前側が油坊主の西京焼きでございます。油坊主は地物。油坊主地物です。隣石巻で採れたものなんですけど、釣りの油坊主です。かついな、このサンマ。骨ないのが本当にありがたい。口いっぱい頬張れるサンマ焼きっていう贅沢なサンマ焼き。西京焼きですか。西京焼きです。自家製の味噌ですね。西京味噌と仙台の米麹味噌を合わせて。これはご飯食べたくなりますね。でも油坊主って僕のイメージだともっとこってりしてるイメージがあって、これ結構上品というか。ありがとう。男山って結構いろんな酒蔵でありますよね。男山って名前の。これももう王道というかシンプル。クラシックな日本酒ですね。3代目は今こうカウンターに立つ前まではどっか別のお店とかでやってらっしゃったんですか。いや、僕は船乗りでした。漁師ってこと。漁師、
ではなくてタンカー船って言ってあ油を運ぶ船の航海士をしてます。この実家にはいつ戻ってきたんですか？ちょうどここ開店する時なんで12年前ですね。あ、そうなんですね。はい。20年前とか30年前と比べると、この地元の寿司はやっぱ相当減りましたか？20軒あったのが今はね6軒。やっぱりその継ぎ手がいないとかそういうので閉めちゃうってことですか？そう、震災で亡くなった方が1名いるんだけども、あとは震災後に亡くなられた方が3名。その中でも跡取りがいるところは3軒だけなので、東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えてこの度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯無料ですのでぜひ使ってみてください。ヒラメの柚子昆布締めですね。昆布締めしたやつに柚子をとかじゃなくて、柚子昆布締めって何ですか？昆布締めするときに柚子の粉末も一緒に昆布にかけて塩と。柚子昆布締めははい。史上初です。これ初耳。ありがとうございます。昆布はそんなに強く感じないです。むしろやっぱ柚子の香りがパッてきて、はいどっちかっていうとその昆布は香りとなんか脱水の感じかなっていう。そうですね。こっちはアワビは生で食べる。生アワビはいいな。バキバキ。すごい生命力に満ち溢れた一貫だ。最初ほんとボキボキなんですけど、噛んでちょっと馴染んでくると旨味がバッて出てくる。なんかどんどん美味しくなってくるわ、口の中が。少し色薄いかな。甘エビ以上ボタンエビ以下ぐらいのサイズそうです。めちゃくちゃいい大きさ、ちょうどいい大きさです。甘エビよりというかちっちゃめのブドウエビですね。そうです。大きいのは高いので、みんなに食べてもらいたいので、少し小さめのところを数多く買うっていう。で煮び漬けでそうです。食べ応えを。はい。出しております。でかっ。豪快にいかせ。ホタテやっぱもう剥きたてで生でっていうのがシンプルで一番うまい。そうですね。はい。もうそれ以下以下。やっぱ生きてるところを使うのが一番ホタテが美味しい。うまっ。うまっ。むっちむちですね。でもサクサク入ってくるっていうか歯に入ってくる。生の気仙沼。気仙沼です。嬉しいな。すごい存在感だ。ちょっとシャリも大きめに握っていただいてますよね。そうですね。はい。油強いお魚なんで。噛むほどジュワッジュワッと甘いバターのような油がシャリに浸透していく感じ。どんどん甘くなってくる。いわゆるマグロでいう蛇腹の部分。蛇腹全部取った感じです。そうっすね。これだからいわゆるあれですよね。俗に言うメカトロってやつですね。そうです。これメカトロです。肉じゃないですか。そうね。肉寿司ですよもはや。漬け地はこれ何が入ってます？こちらは醤油と酒とみりんベースに、あとは玉ねぎのすりおろしが入ってます。これ漬けって何分ぐらい漬けました？これ漬け20分ぐらいですあ、ね。結構しっかり。はいでこれ炙り。炙りにしていきます。メカジキの漬けの炙りですね。メカジキを漬けにした後に表面炙ってあります。うわ、もうこれ缶詰も寿司のカルビですよね。炙り特上カルビですよね。圧倒的存在感でしたね。蛇腹が霞んだぐらいのパワーがあるというかでも全然こってりしてないんですよ。こってりしてんだけど、食べた後にもうギトギトでもうお腹いっぱいですっていう感じじゃないですよね。
ちょっと崩れそうなぐらいのギリギリの抜いたジェンガみたいな感じのウニの盛り付けですね。このギリギリを保ってる感じ、めっちゃ重い。その寝かせたウニ、そうです。これで大体5日間ぐらい置いとくんですよ。硬くなってる身自体が溶板漬けみたいなぐらい硬くなるんですよ、はい、ただペーストみたいな味、レバーペーストのような。でもウニ好きの方で、はい、宮城来られる方はやっぱ夏がおすすめ。夏おすすめ。紫ウニ。はい、紫ウニで地物で無添加。柚子ネギ味噌ですね、自家製の。本当箱型のフォルム、四角い。そうですね。お寿司では珍しい四角型。はい。これもアイデアがすごい。フライの後は味噌炙り。でも本当にお料理的な一環だったというか。はい。一口料理って感じでした。はい。まず牡蠣は、北海道とか東北っていうイメージが強いんですけど、宮城はやっぱ相当な産地なんですよね。そうですね。やっぱり結構その唐桑とか大島とか栄養豊富な海に面しているので、そこでの牡蠣の養殖っていうのはすごく昔から気仙沼盛んに行われてました。牡蠣は季節物ですか？牡蠣節物ですね。今年はちょっと遅かったんですけど、11月から2月3月ぐらいまで。じゃあやっぱ冬なんですね。冬です。握り用のサイズみたいのでも加工してくれてるんですか、気仙沼で。これは握り用っていうよりかは中華料理のスープとかそういうのによく入るフカヒレで、はい、これは今日はヨシキリザメの背びれです。背びれ、はい、はい、1匹から1枚しか取れない。今日は1匹分。気仙沼自体のフカヒレを食べる習慣なかったので、加工はするんだけど、でその後にたまたまうちの先輩がフカヒレ屋さんの加工場をやってて。でそこから仕入れるようになって、仕入れる際にいろんな味の工夫をして、その社長さんに OK をもらって、うちだけがそこから仕入れるようになった。市内では他のお店では一切出てないです。中華風のソース。中華風ソース。そうなんです。何これ、味噌とは違う。そうなんです。これは XO ジャンがベース。はい、フカヒレの握りですね。どうぞ。いやこれ一口でいくの本当もったいないぐらい。これめっちゃうまいっすわ。ありがとうございます。ありがとうございます。松本という海藻でございます。こちらも気仙沼の春のマイナルとこれ地元産の海藻ですね。わ、でも柔らかい箸の感じがめっちゃ好きっすこれ。よかった。なんか柔らかいかなと思ったらちゃんとジャキジャキ感ありますね。で美味しい、なんか独特ですねこれ。そうなんです。これも気仙沼と結構特産で。うまっ。これやっぱめっちゃでかいですよね。めっちゃでかい。これどんぐらい何グラムあって。これで 1.5 キロかな。やっぱキロいくんだ。これで 1.2 とか。骨はなのでピンセットで全部抜いてからご提供になります。ありがとう。これ穴子の爪ですか？穴子の爪ですね。穴子の。これは今のこの握りは、はい、腹側。背側ですね。もう重い、すごいヘビー級だ。これやばい。やばいっす。そうなんです。やばいっす。いやもうまず一番びっくりしたのが、はい、噛んだ瞬間の肉汁がブワーって肉汁ハンバーグみたいな穴子汁がブシャーってきましたね。この穴子の最初一噛みした瞬間のこの感覚を体験できたっていうだけで、はい、気仙沼に来てよかったなって本当に思いました。ありがとうございます。本当に感動ですね。いや本当にお世辞抜きで感動ですよ。泣きそう泣きそう。炙りメカトロ、炙り漬けメカトロ以上のパワーヒッターが最後来ましたね。場外ホームラン最後来ました。いやーこれやばいっすね。でもあんだけでかいのに最初噛んだ瞬間にその存在の8割ぐらいもう消えたんですよ。噛んだ瞬間に全部が液体になったっていうか液状化したというか溶けました。
これ今日はふのりとそうめんの汁物ですね。そうめん出るんですか？はい、最後に少しですけど。この海藻結構今日出していただいてるじゃないですか。はい。これは時期ですか？そうです。春前になると海藻が一気に出てくるので、まあ、時期を感じてもらうとですね。うわ、この塩っ気がたまらん。海の味がするそうめんだ。気仙沼の海のそうめんだ。最高っすね。いやー、よかったです。マジでうまいわ。なんでこんな安いんすかランチ。まあでも動画見た方はね、ぜひおまかせを食べていただきたいんですけど、おまかせは、はい例えば昼来て予約で8800円のとかっていうのも OK。 OK です。 OK ですか？ご予約いただければ大丈夫です。あ、これ穴子丼、穴子丼。牛寿司丼、穴子丼、フカヒレ丼、ウニ丼、そりゃ人気出ますね。いや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 。一応やっぱ大きいっすね、粒が。一応揚げ出しの方が少し大きくていい食べます。でかっ。下のタレたっぷりつけ。牡蠣の揚げ出し、揚げ出し豆腐の牡蠣バージョン。そうです。その通り。タレうまい。ちょっとめんつゆっぽい感じ。そうです。めんつゆっぽく作ってる。うまっ、うまっ。今日カキフライとこの揚げ出しが、はい。揚げ物2種類めちゃくちゃうまいですね、カキの。まだ生きてますかこれ？まだ生きてます。松ぶです。気仙沼。気仙ちょっと赤貝みたいなフォルム。ちょっとビターな感じがしますね。そのビターさを身にまとってる感じ。アワビつぶ貝。全然アワビの形はしてないですけど。これも気仙沼さんです。パワーがある。力強さとしなやかさもすごいあって。入れても硬くならない。うん。米は宮城の一目惚れと笹錦のブレンドです。これも宮城県産で。炭火で米を炊くとどういう仕上がりになるとかってやっぱあるんですか？外が結構しっかり立つというか、米が立つので照りがつきやすいです。米大将、今日は楽しく美味しい時間ありがとうございました。この感想としては、はい、まずゆうずしさんの強みはお店の雰囲気、ちょっと大箱で広々とした感じで、かしこまりすぎず結構楽しく気さくに居酒屋以上高級寿司未満みたいな感じのテイストの親しみやすさ、はい、だけどなかなかよそでは食べれないっていう、はい、なんか絶妙な体験をまずさせてくれるっていうのが一番。どうしてもお寿司屋さんって敷居高いイメージがあるので、僕はもうやっぱ気軽に楽しんでもらいたいので。僕は今日つまみパートで言うと、はい、全部美味しかったんですけどカキフライがまず MVP でした。はい、分かりやすく美味しかったっていうか、でかつ前半のお腹が余計空いてる時に食べる揚げたてのカキは、ちょっと反則かな。まあもう今日はラスト普通ですね。まずメカトロですね。メカトロ漬け炙りが4番バッターで来て、最後のフカヒレ X オージャンと、巨大アナゴ、ここがちょっと最後の2つ本当に、これ本当に皆さんに食べていただきたい。いやー、よかったです。地酒も飲ませていただいて、食べて飲んで1万2、3000円ぐらいでっていうのがすごい嬉しい気分になって、やっぱ良かったな、またできれば来たいなっていう、なんか価格の満足度もすごいやっぱりもう本当素晴らしいお店に来れてよかったですね。楽しかったです。ありがとうございます。はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。